皆様、はじめまして。私は AWS でソリューションアーキテクトをしている岩瀬と申します。この動画では、扱うデータ特性に応じて用意されている DynamoDB のストレージクラスを紹介しつつ、どのような特性を持っているかをご紹介します。この動画はこのような内容で進めてまいります。まず、ストレージクラスの紹介をし、その後、AWS コンソールを使った設定方法の説明をデモとしてご覧いただきます。この DynamoDB ナゲッツですが、DynamoDB を利用する上で有用なコンテンツを1動画15分程度というショートな動画でご紹介している学習コンテンツです。短い時間のコンテンツなので気楽にご覧いただければと思います。では本編に入らせていただきます。まずストレージクラスにはどのような種類があるのかをご紹介し、次にアクセス頻度の低いデータの保存に適しているスタンダード IA の特徴と利用の判断をどのようにするべきか説明します。最後に AWS コンソールを利用した設定方法をデモとしてご覧いただきます。では早速進めていきたいと思います。DynamoDB にはデータの利用用途に応じて2種類のストレージクラスが用意されています。1つ目がスタンダードになり、2つ目がスタンダード IA と言われるストレージクラスです。まずはスタンダードです。DynamoDB にテーブルを作成すると、標準で選択されているストレージクラスがこちらになります。そして2つ目のスタンダード IA ですが、これは保存コストがスタンダードに比べて最大 60% 下がるという特徴があります。そのため、より多くのデータを長期保存する際にコストが最適化されます。対してスタンダードに比べてデータを操作するコストは 20% 程度追加されます。性能に関しては両者とも同様となっています。そのため大量のデータを保存するがアクセス頻度はそこまで高くないワークロード、利用シーンですね、に適しており、コスト最適化につながる可能性があります。主なユースケースとしては、アプリケーションのログストレージや監査のための操作ログなどが挙げられます。では実際にスタンダード IA の利用を決めるにはどのような指針をもとに判断すればよいでしょうか。有効な指針として、まず全体のコストの中でストレージコストがデータアクセススループットですねのコストを大きく上回っている場合になります。つまり少量データにアクセスが多い場合などは有効なクラスと言えません。具体的な判断の数字としては、ストレージコストがスループットコストの 42% よりも高い場合になります。ここで具体的なユースケースとデータサイズをもとに考えてみたいと思います。例えばアプリケーションの操作履歴を監査時などに利用するための場合ですが、1TB のデータサイズの場合、スタンダードとスタンダード IA だとこちらの表にあるように$285が$117と削減されます。対して IO コストはライトが100万回、リードが1万回とした場合、わずかにではありますがスタンダード IA の方が高いことがわかります。ただストレージコストが大きく削減できているため、全体では
半分以下のコストにできていることが見て取れます。先ほどの例にあったように、データ量が多くアクセス頻度がそこまで多くない場合は、スタンダード IA を利用することで 60% ものコスト圧縮効果が期待できます。これはスタンダード IA のストレージコスト単価がスタンダードの 40% 程度だからだと言えます。ここまではスタンダード IA の利用指針とコスト圧縮効果をご説明しましたが、利用いただくにあたって注意点もあります。それはアクセス頻度が高く保存するデータ量が小さい場合です。アクセスコストはリード、ライトともにスタンダードと比べて 1.24 倍とストレージコストの圧縮率に比べて低い設定となってはいますが、データ量が少ないとその圧縮コストも減ってしまうため、アクセス数が多い場合にトータルコストが逆転してしまう可能性があります。この例ではデータサイズが 70GB と先ほどの例に比べて小さく、対してアクセス数がライトで5000万回、リードで1億回と非常に多くなっています。そのためストレージコストの圧縮コストをアクセスコストの増加が上回ってしまっています。この点に注意いただき、適したワークロードでのご利用をお願いいたします。では実際にコンソールを使ってテーブルを新規で作成する際にストレージコストクラスを選択する方法と既存のテーブルのストレージクラスを変更する2つのパターンをデモで見ていきましょう。まずは新規テーブルを作成する際の手順になります。左のメニューのテーブルをクリックします。そして右側にあるテーブルの作成をクリック。テーブル名を入力します。今回はテストデータとしていきたいと思います。パーティションキーですが、今回はデータ ID としたいと思います。ソートキーは今回は特に設定しません。そしてストレージクラスの設定ですが、テーブル設定項目の設定をカスタマイズという部分をチェックします。そうするとテーブルクラスのフィールドが開きます。ここで DynamoDB 標準スタンダードですねと DynamoDB 標準 IA、 こちらがスタンダード IA という2種類を選択することができます。スタンダード IA である DynamoDB 標準 -IA にチェックを入れます。あとは特に変更せずに一番下のテーブル作成をクリックします。しばらくするとテーブル作成が完了します。ストレージクラスが意図した内容となっているか確認してみましょう。まずテーブル名をクリックします。
そうするとテーブルの詳細情報を確認できます。一般的な情報の追加の情報を開くと、テーブルクラスが表示されていることがわかります。正しく DynamoDB 標準 -IA スタンダード IA ですねが設定されていることがわかります。これでスタンダード IA ストレージクラスを使ったテーブルの作成が完了です。続いて既存のテーブルのストレージクラスを変えてみたいと思います。今回は事前にスタンダードのストレージクラスを使ったテーブルを作成しています。こちらのデフォルトストレージテーブルになります。まずこれを選択します。テーブルクラスが先ほどと同じように追加情報に表示されており、スタンダードであることがわかるかと思います。そしてこのテーブルにはデータを事前に入れてますので確認してみたいと思います。データの確認は右上のテーブルアイテムの探索をクリックし、実行をクリックします。するとこのようにデータを確認することができます。ではストレージクラスを変更してみたいと思います。先ほどと同じようにテーブル一覧で今回の変更対象のテーブルであるデフォルトストレージテーブルを選択します。右上のアクションの中にあるテーブルクラスを更新をクリックします。そしてテーブルクラスをスタンダード IA を選択して右下の変更保存をクリックします。これで設定は完了です。しばらくするとテーブルクラスがスタンダード IA に変更されます。これでストレージクラスの変更は完了ですので、再度データを取得して特に問題なくデータが取れるか確認してみたいと思います。正しくデータが取得できています。これで新規テーブル、既存テーブル両方のストレージクラスの変更のデモは終了です。いかがでしたか？ DynamoDB に用意されている2種類のストレージクラスをご紹介しました。用途に応じて使い分けていただくことでコスト最適化を行うことが可能です。そしてデモでご紹介したようにストレージクラスは既存テーブルに関しても変更が可能となっており、運用開始後に利用状況に応じて見直していただくことも可能です。本日ご紹介した内容が最適な DynamoDB 利用につながると嬉しく思います。以上となります。ありがとうございました。